吹き出しという漫画の便利ツール。キャラクターのセリフを表示する他に見えてはいけないものも隠せる。海パンで海外にもそれやってるキャラいたんだ。セリフを縦書きと横書きにすることで別々の言語であることを表現。画像は縦が中世の英語、横がノルド語。顔をつけることで誰が喋ってるかを分かりやすくする。確かにこの使い方もあるのか。相手の言葉を聞き流している様子を視覚化することもできる。すげえな吹き出しって文字以上に伝わってくる。フォントを変え吹き出しの枠を直線にすることで機械音声になる。オーソドックスすぎてでないか。普通のテンションの時は丸くて勢いのある時は尖る。確かにこれが基本だな。誰に説明されなくてもこれってわかるよね。すごいな四角いイメージって。英語の時は吹き出しを横に広く、日本語の時は縦に長くする。外国語を変える表現はよく見るよね。アンゴルモア原稿合戦記では外国語の吹き出しが二重線で表現されている。万能ツール吹き出しは攻撃にもなる。攻撃とかの使い方といえば僕オークンを思い出す。セリフに打たれてる様子が伝わるよね。トゲのある言葉。トゲトゲかと思いきやハリセンボンか。かわいい。文字が吹き出しの中に収まらない演出。聞いてる側が理解できない難解な説明であることを表現する。似たような感じでリズメお説教とか専門用語だらけの解説とかに押しつぶされるのもたまに見る。何でも道具として利用するのが忍者なのだ。画像は吹き出しを引っ張って伸ばす。ラクランは吹き出しも枠線も何でも使ってたね。吹き出しの尻尾の部分を複数つけることで複数名の発言と一目見てわかるやつ。ヒロアカからこの場面。発言に噛みつく様を発言に噛みつかせることで表現。茜話は落語が出てくるけど一人でたくさんの登場人物を演じ分けるのに足したような吹き出しが使われてる。このあたりの演出がすごく面白い。吹き出しに日本線をつけることでスピーカーや通信機で喋ってる様子になる。確かに、そう思うわ。電話とかもこのイメージ。吹き出しにイラストを描くことでセリフだけじゃなくイメージも視覚化できる。吹き出しの中に回想シーンを入れるなら手塚治虫のこれ。イメージもつきやすい。やっぱ手塚治虫が先にやってんだな。小声で話すのを点線の吹き出しで表現した元祖ってなんだろう。声小さ。あえて吹き出しの中のセリフの文字サイズを小さくして声の大きさを表現。表現幅広いな。余白の使い方もいろいろあるね。言いたいことを飲み込んだ表現。動物のお医者さんの菱沼さん。トロイので吹き出しもこの人だけふよふよしている。ちゃんと喋ろうと思えばできるけど脳みそが追いつかないらしい。映像化見たことないけどこの吹き出しの効果で菱沼さんの声はゆっくりめで脳内再生してたわ。ドリフターズから信長の光秀に対する罵倒。太く荒々しい線の吹き出し。まがまがしさとかの雰囲気がガツンと伝わってくる。これもすごい当たり前のようにみんな理解してるけど、声に出したセリフと心の中で思ってる吹き出しの形の違い。茜話の吹き出しは面白いよね。これは考えをひねり出してる様子だからか吹き出しの尻尾部分もひねられてる。これそういうことだったんだ。右の吹き出しを左の人物が話してるから単純に伸ばしてるのかと思ってたけど確かにひねられてるな。吹き出しに次の吹き出しを少し重ねることで、食い気味、かぶせてくる、とか、ほぼ全部重ねることで、同時に言った、ハモった、なども表現できる。あえて重ねないで同じセリフの天丼パターンも好き。吹き出し見ただけで作者がわかるような癖強いのも好き。作者によって結構癖出るよね。若先生のギザギザ吹き出し内に収まらない文字好き。吹き出しをモザイク代わりに使う表現いいよね。密かのもだしこれもアニメでどうなったのを土煙とかで隠してた。割とバトル漫画にはこういうの多い気がする。ちなみに最初の密かはアニメではボントキラーの目がどんどん上に上がる表現になってた。吹き出しというものからは出ちゃってるけど、日本語は縦書き英語は横書きというのが混ざり合う。加速するが好き。吹き出しにマークを入れて表情を描かなくても分かりやすくする演出。画像は怒りマークをつけてるやつ。セリフだけでもこの情報量だもんな。表情も入ったら消化不良を起こすわ。こう見るとワンピって結構吹き出し芸多いね。これは一体？これは何だったんだろう。でも実際絵が入ってないと説得力みたいなのがなくなる気がするんだよな。前にもちょっと出てたけど小さいキャラがついてる系は可愛い。各キャラのデフォルメ顔も見れちゃう。キャラの顔とは違うけど、なんか好き。何この、何？わけのわからない進化をして顔と吹き出しが一体化したチーフよですね。テラフォーマーズのこれ。吹き出しを動作で隠すことで速さを表現。吹き出しを物理的なものとして扱うの良いよね。画像はナレーションの吹き出しを折って壊す様子。いいよね。逃げ若のナレーションを踏むやつ好き。吹き出しの後ろにそっと隠れるやつ。
この後吹き出し掴んで振り回したりしてたな。登場人物に蹴られる吹き出し。こういうのも結構見るよね。吹き出しの中に煽り文あるパターン。谷は見たことないけども。ほんとだ、これ煽り文なんだ。でもそれにしちゃそもそもの吹き出しがでかいな。煽り文ってことはわかるけど一瞬ハテナになるんよな。主人公の嘘を見抜く能力を吹き出しの色変えて読者にもわかるようにしてるの好き。これも吹き出しでいいかな。ちょっと違うかもだけど吸血鬼ナレーション。意志を持つモノローグフレームという厄介極まりないネタの化身。九死で言うと地味に吸血鬼と人間で吹き出しの形が書き分けられてるよね。意識したことなかったけどほんとだね。吸血鬼は直線形で人間は丸い。そしてこの画像では電話も吹き出しが違う。ちょっとのシーンも工夫して描かれてんな。フート探偵、仮面ライダーダブルの続編漫画。仮面ライダーに変身すると翔太郎とフィリップが2人で一つの肉体を共有する。通常形態ではフィリップのセリフの吹き出しに電子回路の模様が入る。そしてフィリップの肉体がベースとなるファングトリガーでは逆に翔太郎の吹き出しに模様が入る。こんなの実写やアニメじゃ再現不可だろうな。声にエコーとかかけるんじゃね？理由はわからないがこの吹き出しだとめっちゃずれる遊戯王。これはこれでインパクトがあって好き。ほんとだ、めっちゃずれてる。セリフ数が多くて詰め込めないからはみ出るパターンも多いよ。たまに社食の意図がわからないのもあるけど。水中での会話。空気を入れた袋越しに伝える主人公の声は線を何重にも重ねた吹き出し。引きずり込まれた不良の方は口から漏れる泡が吹き出しになっている。ダイヤモンドの功罪から。同じセリフでも吹き出しの形でキャラの感情の違いを表現するやつ。形を見た時に読者が大体同一のイメージを持つのってすごいことだ。相原浩二無地なより吹き出しの出っ張りを描かない実験。意外と違和感がない。吹き出しには収まらない文字の量で猟奇的な感じを出す演出。そういう系ならこれも好き。これちゃんとセリフのブロックごとに最終行でぴったり句点で終わるようになってるの好き。作者に塩いしんだし意図してこだわってそう。言われて初めて気がついた。もうすごい通り越して怖いの息。デンジャラス G さんのカレー会。小説かと思ったら吹き出しだった。さっきの百科のやつ翻訳もされててくさ。翻訳家泣かせやん。翻訳といえば井上武彦先生の吹き出しがどちらかというと丸いのは外国語に翻訳された時、横書きになった時、でも文字の収まりが良くなるためと聞いた。すんごいいろんなことが考えられて漫画ってできてるんですね。もっとたくさんこういった表現あるはずなんだけどいざ作ってみると思い出せない。他のやつも教えてください。吹き出しだけじゃない漫画の演出方法をいろいろまとめた動画も人気です。たくさんあるので再生リストにまとめてます。どうぞたくさんご覧になってください。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。